はい、八神です。今回はですね、縛り、あるいは金箔というものをですね、やったことがある人であれば、一度は耳にしたことがあるであろう、テンションというね、ものについてちょっとお話ししようかなというふうに思います。テンションっていうのはなんだっていう話になると、ウェーイってこういう自分の体のね、テンションではないんですね。いわゆる一般的に言われるテンション、一般的にっていうのはこの場合、えまあ、なんというかこう縄とかね、その金箔とかそういう世界で言われる一般的なテンションというのは、縄の強さ、締め付け具合だったり、あるいはその張力ですね、張る力です。はい。そういったものをテンションと呼ぶわけですけれども、実はですね、このテンションというのが非常にくせ者で、あのなかなかそのテンションをすべて、同じにする、テンションを揃えると、気持ちが良いとか、怪我をしにくいとか言われるわけですね。とっても重要じゃないですか。うん。そうなんです。とっても重要な要素なんですけど、それがですね、なかなか揃わない。うん。揃えなきゃいけないのに揃わない。ねえ。非常に難しいんです。うん。揃え方が難しいっていうのはどうしてかっていうと、実は、そもそもテンションというものの、揃える場所というか、やり方というか、そういったものが一番最初の段階でちょっと間違っているというのかな。うん。まあ、厳密に言うと間違っているわけではないんですが、とても揃えにくい、やり方で、皆さんやってるというところがありまして、おそらく、一生懸命やってもなかなか揃わないんじゃないかっていうやり方をみんなやってるんですね。うん。まあ、どういうことかっていうと、まず、縄。ね、縄でございます。まあ、ちょっとね、わかりやすくするために柱でやってみようと思います。どういうことかというと、まずね、例えば、こうやって、ね、この柱が、まあ、仮に人の体だとしてください。まあ、手首でも胴体でも何でもいいです。こうやって縛ったとするでしょ。ね。こうやって縛りました。で、縛って、次に、例えば違うところ縛ろう。手首から胴体とか、あるいは胴体から次のところに縛ろうっていくときに、ここですね、これが胴体だとすると、ね、体だとすると、相手の体に設置してる面、こういうところをテンションっていう風に、テンションがかかってるとか、ここのテンションがとか言ったりするわけです。で、ここがバラバラだと、このね、相手の体に触れてる部分がバラバラだといけないということで、圧力を整えようとして、こうやって指でやったりとかね、こうやって揃えたりするんです。うん。するんですけど、それやっててもね、揃わんですよ。それで揃えるって結構大変なんです。揃ったような気になるけど。うん。毎回毎回やらなきゃいけない。うん。なので、じゃあどうしたらいいんだっていう話なんですけど、あの、まず、例えばね、どういうことかっていうと、次縛ろうと思いますよね。で、次に、例えばね、こうやってやると落ちちゃいますよね。あれなんで今落ちたっていう話なんです。うん。そう。人の体だからね、もしね、これ今柱なんで、人の体の場合はもう少し、引っかかりがあったりとかね、しますけど、基本的にはこういうことなんです。落ちちゃいますね。ところが、こうやってやると、あれあれどうやっても、こうやってやると落ちないですね。当たり前ですけど。引っ張りながらやってますから。落ちないですね。そう。テンションというのは実は、みんなここのことだ。体に設置している部分を揃えようって意識するんですけど、大元である、この持っているところ、ここですね。持っているところと、相手の体
もうこれ体としてね、話を進めますけど、相手の体の間にあるこの縄、これがピーンと張っているといいテンションなんですよ。つまりこの張力がそのままここに伝わってるんです今ね。はい。なのでこれ引きすぎると当然ここもきついですね。かといって緩みすぎると落ちちゃいます。ちょうどいい塩梅で引く。これが実はテンションを揃える秘密なんですね。ここが緩んでしまうと落ちてしまうので、基本的には引っ張ります。引っ張るんですけど、こうやって力ずくで引っ張るわけじゃなくて、ちょうどいい塩梅で引かなきゃいけない。ちょうどいい塩梅で引かなきゃいけないときに、どうやったら揃うんだいね、力加減わかんないじゃないですか。で、この時にコツ、その1なんですけど、縄は握らないってことなんです。握ってしまうと、力になっちゃうんですよね。力ずくになっちゃうんですよ。グッて力になっちゃう。だから、手の内、つまり手の、握り方、手の内側の使い方ですね。なんですけど、私の場合、こう、指に引っ掛けるとか、こうとか、ね。あるいはこうとか、ちょっと引っ掛けたり、ちょっとつまんだりすることがほとんどです。小指で掴んで他の指を使えるようにしたりとか、こうやってやってると指使えますからね。で、つまんでると強い力で引こうとすると滑っちゃいますよね。だから少し軽くつまんで、で、この引く力なんですけど、手で引くんじゃなくて、イメージでいいです。イメージで言うと、少し自分が後ろにこう、倒れるように、自分の上半身の体重で引っ張ってます。これぐらい。大げさにやるとこうですね。大げさにやるとこうなんですけど、軽く、イメージで言うとね、手で引くっていうよりも、自分の肩甲骨を内側に絞ってる感じ。少し。で、それで、ちょっとこう、体重かけてるっていうのかな。こういう形。この形でやると、いくら手繰っても落ちないんですよ。常に。同じ位置で。これが、実はテンションの秘密です。だから、こうやってかけるときに、例えば、力でやってしまうと、力で引いてない場合でやると、結ぼうとしたときにもう落ちてますよね。落ちてます。ところが、テンションというのを自分の体重を使って、かけようとすると、この時に常に引いてますよね。常に。で、少し持って常に引いてる状態で、縄が張ってますよね。常に縄が張ってる状態で、引いてます。常に少し引っ張ってるんですね。で、例えば、こういう状態にして、常に引っ張って、次の結びに行く。常に引っ張って、次に行く。次に行く。常に引っ張って引っ張って。これがテンションのコツです。で、テンションが抜けると落ちます。そう、これがね、テンションというもので、揃えるための秘訣だったりします。で、もう一個ね、言えることは、テンションを使ったコミュニケーションですね、やりとりなんですけど、例えば簡単にちょっとね、やると、ここでこうやって縛ったとするでしょ。で、こうやったら振動伝わりますよね、相手にね。だってピンピン張ってるから。で、緩んでから、プッてやっても、これ伝わりますよね。で、相手のこの縄が落ちないぐらい。ね。これやりとりなんです。要は糸電話と同じだと思ってください。オーストラリアのね、アバロンがいいこと言ってましたけど、糸電話って、こうやって、はいはい、もしもしってやるこの糸電話ですね。糸電話って、ここがピンとしなかったら、やり取りできないんですよ。当たり前ですけど、伝わらない。こうやっちゃったら、伝えることができない。なので、糸電話だと思って、ここのテンションっていうのは非常に重要なので、もし縛りをやる方、あるいはね、コミュニケーションを図る方っていうのをね、
このテンションっていうのを少し意識してみるといいかもしれません。これが効いてるか効いてないか。ただ、慣れないうちはね、つまんだり、こう引くっていうのが強くなっちゃったりして、痛いって言われちゃったりするかもしれないんですよ。なので、一番最初っていうのは、どれだけこういうね、柱とかなんでもいいです。椅子でもなんでもいいんで、縛り付けて、つまんで弾く練習こうやって。で、これが上下したりとか、ね、落ちたりとかしないぐらいで、弾く練習。こういうのね、やったらいいと思います。そうすると、非常にいいですね。稽古になります。で、自分の足とかね、縛って、弾いたりすると、あ、これぐらいの強さなのかとか、あ、こんな感じなんだっていうのはちょっとわかると思うので、やってみるといいと思います。はい。で、もう一つ、実はですね、八神流と言われる、うちの、その特徴の一つなんですけど、このテンションの実は体のテンションっていうのがあるんですよ。それはウェーイってこう気分的な問題じゃなくて、どういったものかというと、体の張力です。つまり今言ったこの張る力っていうのを体で、体を使ってやります。一瞬、どういうことってなると思うんですけど、わからないですよね。この体のテンションっていうことについては、また次回。ではまた。